構えて、決め。こんにちは、空手家僕です。今回も、東京の羽村市にある、KW 戦士ジャパン、成島道場で、極真空手のレジェンド、現役の、時代は一撃の KO アーティストとして名を馳せた成島師範とお届けしたいと思います。本日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっといろいろとお話伺ったりとか、技を教えていただいたんですけど、ちょっと、最後にちょっとスパーリングを少ししていただきたいと思います。こちらこそシャンスもういやちょっとマジでってもなんか素になっちゃってるんですけど、もう20代の頃にもう本当すり切れるぐらいもう見まくっても超なんですかね、もうちょっと緊張してうまく話せるんですけど、憧れた方なので、もうこんな機会がいただけるとはもう本当1ミリも考えたことなかったんで、本当にこちらこそよろしくお願いします。じゃあお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、誰か構えて始めていいですか。構えて、初めての手合わせで2人とも探り合いからですが、ここの反応はさすがですね。僕が左回りで成島師範の運足を誘って左足を下ろすタイミングのローを狙おうとします。ですがその踏み込みに合わせて軸足へのローが来たので、それをかわして今度は成島師範が蹴り足を下ろすところにローを合わせようとしました。するとそれを読んで足を下ろさずすねブロックされました。ここから今回のコラボを意識した技の攻防が始まってます。まず僕の踏み込みに合わせた成島師範のローを流します。そして逆サイドのローだと思ってカウンターのハイのつもりが、まさかのコラボで教わったローからのハイのコンビネーションでした。そこでよし僕も習った技を出そうと思って挑戦しますが、焦りすぎて普段より右手がかぶせていたものの、全く教わったことができていませんでした。いかんこれはいかんと思ってもう一回と挑戦し、少しマシな形にはなりましたが、ブロックして軸足にローを合わされてしまいました。この辺りいろいろ探りを入れているんですが、成島師範が完全にカウンター狙いで来ているので、なかなか出せないですよね。流れを変えるために出しましたが、カウンターが見事ですね。単発では流れが変わらないので、一度連打で入って成島師範の攻撃を引き出してポジションでさばきます。ここ伝家の宝刀ですね。今回習ったクイックを出そうとしたら、受けとカウンターが準備されていたので止めてスイッチバックしたら、ここまさに習ったひねりを生む足の位置取り、そこから必殺の上段回し蹴りが来ましたね。キワキワのブロックでした。効果危なかったです。でここで返しに行きます。僕がローに行こうとしたら三日月蹴りのカウンター、必死でボディを締めて蹴りを骨盤で受けましたが、これ僕が長身じゃなければもろにガード裏からレバーにもらってましたね。僕もとっさにガードした体勢を生かして左の下突きのカウンターに変えました。さらにそこから三日月なら僕もと成島師範とは違う蹴り方の三日月蹴りを返しに行きましたが、さすがに同じ技を返しに行ったら蹴る前にバレてましたね。この辺りは逆に僕の方がカウンター技術を使いに行っています。まさかの1分解説するのに3分半も使ってしまったので、少し解説を巻きでいきます。これさすがのカウンターですね。このブロックもさすがです。ここ僕が飛び込みの左フックに行こうとしたら前蹴りのカウンターで止められました。
そしてここは成島師範のローにカウンターの下突きなんですが、通常の蹴りのように振り手を使っていたらボディが開くのですが、下突きに気づいて振り手を振らないことでブロックされました。ここはお互いに一発の取り合いをしてますが、行こうとしてもかわされてしまうのでなかなかいけなくなってますね。ここは成島師範の突きが少しだけ顔面に当たりました。ここは先ほど出しておいた技を利用した三日突きです。実は先ほど顔面オーダーになってしまったシーンですが、この時にパンチから下がって前に来たところに上段回し蹴りのカウンターというコンビネーションを使用していたので、同じ流れでパンチから下がって前に来たところに上段回し蹴りと見せかけての三日月蹴りというコンビネーションを利用したフェイントを使用しました。ここから習った技を入れながらいろいろと技を散らしていっています。普通に行くとカウンターが待っているので、ここは少し独特な技術を使用しています。そしてここの運速やっぱすごいです。上段回し蹴りに行く直前のここ、後ろから見るとねじりの力を生み出すために特殊な運速をしていることが非常によくわかります。実はこの画角のショット、僕らみたいなフルコンタクト空手家にはめちゃくちゃ貴重なショットなんです。そしてここ、成島師範の上段を再現するためにはインパクトの瞬間にどこまで膝が入っている必要があるのかが非常によくわかるショットになります。もう一本大丈夫です。はい。そうです。やっぱ習った技をすぐ使おうと思っても無理っすね。習った技をすぐ使おうと思っても難しい。一回だけちょっとこの引いてこうっていうのをちょっと挑戦したんですけど。覚えたことやられるとそういう感じですごいいいです。いや本物が何回か飛んできて。いやー楽しくなってきたよこれ。あらな。お願いします。お願いします。はい、構えて。はい、始め。2本目はお互いに1本目の感覚もあって、相手の1発目に準備ができているため、出せば返し技やカウンターが来るのが分かっているので、なかなか技を出せない状態が続きます。ここは若干玄人の人好みの駆け引きですね。この辺り若干強引にこじ開けようとしましたが、しっかりブロックされて次に繋がらないですね。これ二度突きで相手のガードを誘うことで真ん中を開けさせて蹴る三日月蹴りなんですが、手では間に合わない技を足でブロックされています。この辺りも奇襲技的な技術で揺さぶりをかけにいっています。成功法の線の取り合いだと隙がない上に常にカウンターを狙っているので気軽に入っていけないんですよね。ここちょっと恥ずかしい技になっちゃってます。それでこれちょっと危なかったですね。教わったクイックに挑戦しようとしたら前に出てブロックされてものすごく小さな技になっちゃいました。そしてこの後ですね、目線を下げずに大きくひねって上段を意識させ、上げたガードの裏を蹴る三日月蹴り。わずかに腕を挟めましたが、これあと数センチで KO される位置ですね。この辺りも目線のフェイントや重心による誘導、相手の反応に対して当たりやすい攻撃などいろいろ試していますが、さすがの一言なんですが、基本のブロック技術が超一流で、一般的に有効な揺さぶりはほぼ決まらないんですよね。ここのブロックも完璧ですね。使ったのは現役の頃から使用している下段を誘って相手の下段に対するカウンターの上段なんですが、通常下段を蹴るとき意識が下に行ってガードが下がり気味になる人が多いのに、ローをすかされた直後にもかかわらず完璧にガードされました。こ
この後ラスト30あたりから僕が挑戦するクイックに対して成島師範が指導しながら組手をする形になりますので、解説なしで指導とそれに挑戦する高血をお楽しみください。ここ本物の技を体験できる成島師範との組手が楽しすぎて満面の笑顔になっちゃってます。もうちょっと力を一回当たってからそうありがとうございました。なんすね、これ多分おかわり何面でも OK って言われたら何面でもおかわりしたいですけどすいません、なんか楽しくなっちゃってます。いかない、やばい楽しい楽しいです。やっぱでも力んじゃうっすね。教えてもらった技をすぐ使おうとするとこうしなきゃって思った瞬間にクッてやりたいのはそうですね。なら分かっちゃうんですよ。でも初めての相手とかだったら入ればパッとシンクロせるっていう。やりたいボールが先に出過ぎちゃってもう今やる前に伝わっちゃってるなって分かっててもやりたくてやりたいのが伝わってくるんでよく組手でなんですかね、この新しい技を試そうとしているとか冗談を今日は冗談蹴ったろうと思ってる人って構えて初めていた瞬間に今日こいつ冗談狙ってるなって分かっちゃうぐらい僕今日めっちゃ狙ってたんですけどだからそういったことですごくいろんなことを覚えてきたってだから今日はもう成島さんに教わった技をなんかいつ試せるかなとか、もうなんかやってる最中に自分の技をしながらもいつあれを試そうかなっていうモードでちょっとやっちゃってて、もう露骨すぎたかなと思うんですけど、外したかいですね。もうなんか OK もらえば多分僕2時間でもやってたけど外します。福祉の時には1回目一番いい動きしたはずなんですよ。1回目取れてなくて、そうなんですよ。その後2回3回やってそうです。疲れてたでしょいやこういうところで出していいのか分からないけども、あいつ勝つ気なかったんだろうみたいな、結果的に。でそれを話聞いた時に、いやなんでだっていう、で勝つ気なかったら辛い稽古もしないだろうし、俺あの場で死んだんだからもうあそこのまでの俺はもうそれで終わりだ。例えばどんな稽古をしてたのかとか、どんな意識で空手を勉強されてたのかっていう、いやめちゃくちゃ光栄な時間を過ごさせていただきました。ありがとうございます。多分やめって言ってもらわないと僕多分1時間でも2時間でもおかわりするタイプの人間なんで、ちょっと次が欲しい状態のままで、今日は頑張って我慢しようまたぜひ機会があれば。そのままです。こちらこそよろしくお願いします。今日自分も手合わせできて面白かったです。ありがとうございます。楽しかったですで本物の技も見れて目の前で体験できてとんでもないです。楽しかったです。ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。もう完全に単なる僕の趣味みたいな感じの時間になってしまったんですけど、ありがとうございます。指名が適当で原稿ないんですけどすいません。今日も幸い YouTube を見ていただきありがとうございます。これはですね、東京の羽村市駅からすぐのところに道場ありますんで、成島さん道場近くの方はぜひちょっとでも空手興味あるなとか、なんか昔やろうと思ってたけどいつかやりたいなって方がいらっしゃったらぜひここも叩いてみてください。お待ちしております。道場YouTube の概要欄に道場のリンク貼らせていただきますので、ぜひそちらちょっと確認してみてください。お願いします。日頃僕のチャンネルは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に更新していきますので、動画の内容がいいと思ったらいいねボタンとチャンネル登録して空手家王国の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。ありがとうございました。
すいません。ありました。楽しかったスタミナ稽古でスタミナの伸び率を最大化するためにとても大切にしていたことの3つをお届けしたいと思います。追い込み稽古の方法と注意点、具体的なメニューについてお伝えしたいと思います。初心者や中級者の場合は筋肉に送れる、酸素量を増やすために行うのであれば